どうも、ベイメットチャンネルです。本日は、新米グローリーワルキューレと新アシストブレードグラビティの性能を100回戦で徹底検証していく。7月11日に発売されたグローリーワルキューレ。内蔵されたスプリングでブレード全体が稼働するギミックを持つユニークラインのエクスパンドブレードだ。平均重量は 43.41g ということで最重量級のように見えるが、ユニークラインのエクスパンドブレードはラチェット一体型ということで、本来ならラチェットの重量で加算される分も含まれている。他のブレードに使用率の高いラチェットの中で最軽量の160を組み合わせた場合ではシャークスケールと同等で、使用率の高いラチェットの中で最重量の760の場合ではさらに差がついてしまう。ということでグローリーワルキューレの重量は環境ブレードプラス環境ラチェットの中では最重量級ではなくシャークスケールよりも若干軽いという評価となるだろう。続いて新アシストブレードグラビティの平均重量は 11.51g で、使用率の高いアシストブレードヘビーウィールと比較しても圧倒的な重量となっている。高さについては最も薄い設計のヘビーが 9.9mm、 最も分厚い設計のウィールが 12.9mm に対し、グラビティは 13.9mm とさらに分厚く、基本的にはメインブレードではなくグラビティでアタックする設計となっている。今回はこの2つの新パーツの性能をこのチャンネルではおなじみのウィザードロットに対する1秒あたりの弾き回数による攻撃力測定とスピン負けまでの平均時間による持久力測定を行っていくが、グローリーワルキューレはバネの反発力が本当に弾き性能を向上させているのか確認するためにギミックを固定して同じ測定を行い、性能の変化を比較検証していく。グラビティの性能については現在カスタムラインの中ではブラストを抜いて最も採用率が高いデルタピークヘビーを基準にデルタピークグラビティのカスタムでヘビーとの比較検証を行っていく。まずはグローリーワルキューレのブレード性能を検証していこう。25戦の結果、グローリーワルキューレのトータル弾き回数は99回、平均スピンタイムは 25.59 秒という結果となった。続いてはグローリーワルキューレのギミックを固定した状態で検証していく。理論上スプリングの反発力が強ければ弾き性能は上がり、反発力が弱ければ逆にダンパー効果として働いてしまう。果たしてどちらの性能となるのか注目だ。25戦の結果、ギミックを固定したグローリーワルキューレのトータル弾き回数は106回、平均スピンタイムは 28.45 秒という結果となった。続いては新アシストブレードグラビティの性能を評価するためにカスタムラインの中では最も入賞者採用率が高いデルタ BH から先に検証していく。
25戦の結果、デルタ PH のトータル弾き回数は75回、平均スピンタイムは 55.45 秒という結果となった。最後は新アシストブレードグラビティを先ほど同様デルタピークと組み合わせたデルタ PG のカスタムで検証していく。肝心の接触部分はメタルではなくプラスチック製のため、弾き性能はそれほど高くないと予想しているが、実際はどうなのか注目だ。25戦の結果、デルタ PG のトータル弾き回数は72回、平均スピンタイムは 45.35 秒という結果となった。それでは100回戦の結果をまとめていく。グローリーワリキューレのステータスは、攻撃力 131.0、持久力 46.9、防御力 48.5、重量 43.41g ということで、公式の設定通り純粋なアタックタイプであることが証明された。ちなみに重量は 43.41g 表記にしているが、ラチェット分を差し引いた重量で評価している。防御力については後で説明するリバース率の高さやバースト耐性の高さも加味して評価しているため、アタックタイプでは珍しく攻撃力と防御力が共存する評価となった。攻撃力と持久力のステータスはドランストライクと酷似しており、ワンベイや 3on3 デッキにドランストライクを採用しているブレーダーは入れ替えを検討してもいいだろう。そしてグローリーワリキューレの特徴はリバース性能の高さとバースト耐性の高さだ。高いリバース性能で有名なシャークスケールやワイダーホバーはオーバーポケットに入っても出てきやすいブレード形状をしているが、グローリーワリキューレは大型のブレードによってそもそもポケットに入りづらいというシャークスケールとは違ったアプローチでのリバース性能となっている。いずれにせよアタックベイで自滅を恐れずに強気にシュートできるというのは心強い特性だろう。次にバースト耐性の高さについては、ブレードとラチェットが一体構造になっていることで、ラチェットバーストがそもそも発生しないことに加え、グローリーワリキューレはビットロックも固めに設計されており、ビット抜けバーストが発生しづらくなっている。さらにブレード重量が重いほど、エクストリームラインとの接触時にビットにかかる負荷が大きくなることから、ビット抜けバーストの発生リスクが高くなってしまうが、グローリーワリキューレの実質的な重量はシャークスケール以下という点も、バーストリスクを抑えられている要因の一つだろう。次にデルタピークグラビティのステータスは、攻撃力 45.2、持久力 74.7、防御力 67.7、重量 44.59g ということで、バランスタイプということが判明した。攻撃力については、接触部分がメタルではなくプラスチックのため、高い弾き性能は期待していなかったが、意外にもヘビーカスタムと同等で、アタックカスタムでも十分に活躍することができるだろう。持久力については、メタルによって外重心の設計ではあるが、ヘビーカスタムよりも劣ってしまう結果となった。もともと高重心のカスタムラインがさらに高くなることに加え、ウィールとは違って弾き性能も持ち合わせていることから、姿勢を崩す機会が多かったのが原因だろう。最後に、グローリーワリキューレのギミックは、本当に弾き性能向上に役立っているのか、逆にダンパー効果として働いてしまっているのかの検証については、弾き性能にはほぼ影響がなかったことから、明確な攻撃力アップとしては機能していないようだ。ということで、今回の総評は、グローリーワリキューレは、アタックタイプが好きなブレーダーにとっては、自分の失点要素を抑えつつ、積極的に高得点を狙える、現環境でも十分に活躍できるブレードだろう。グラビティについては、全体的なバランスはいいため、状況や相手によって柔軟に対応できるいいパーツではあるが、環境トップクラスには及ばない性能だと感じた。ぜひ、みんなのおすすめカスタムもコメント欄で共有してくれ。では次の動画でまた会おう。アディオス。